home 僕の部屋にお帰り NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム。この番組は NCT127 のゆうたが僕の部屋に皆さんをお招きしたようなアットホームな雰囲気でお届けしています。さて最近の僕ゆうたですか。これはね最近ではないんですけど、日本にいた時にね僕ちっちゃい夢が叶ったんですよね実は。手島葵さん僕好きでよく聞くじゃないですか。手島葵さんの曲の中に東京っていう曲があるんですよ。で僕いつも仕事終わりになんかちょっとしんどいなとか疲れたなっていう時に車の中でねよく聴いてたんですけど、いつかなんか日本で仕事してこの手島葵さんの東京っていう曲を東京タワーを見ながらね聴きたいなって思ってたんですけど、つい先日ねその仕事でちょっと疲れた時にちょうどね東京タワーをこう見ながら書いてたんですけど、その時に手島葵さんの東京っていう曲がねたまたま僕のプレイリストから流れて、うわ一つ夢叶ったって思ってすごいねハッピーな気持ちになった、そんな僕ゆうたですけど、今週の1曲目をお届けしようと思います。 NCT127 でメアリー。Yuta at home NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム。 NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム。今日はこのコーナーから始めましょう。ゆうた作文です。ゆうたの3文字を使ってあいうえお作文を作るというリスナー参加型コーナーですね。これはゆうたクイズが終了したので、これからはこのゆうた作文で僕がいいねと思った投稿に番組オリジナルステッカーを差し上げようと思います。まずはいくつかゆうた作文を紹介していきます。最後にね当選作品を発表します。ということで一つ目、ラジオネーム N クミンさんのゆうた作品。夢だと言って、嘘だと言って、体重増えた。はい、それね夢じゃないです、現実です。現実と向き合ってください。あなたは食べ物をたくさん食べて体重が増えたんです。メッセージもありますね。健康管理のため毎朝体温を測っていますが、体重計はしばらく避けていました。久しぶりに乗ったらショックな数字に。ゆうたくんは定期的に記録をつけたり残していることはありますかと、メッセージもね一緒にいただきました。それこそね僕も体重計はね結構乗るようにしてて、ある程度ねこう太った時って自分でもわかるんですけど、やっぱりね数字見るとこうモチベーションも上がるし、太ったら太ったでちょっと管理しないとなと思うのでね、体重計を結構乗るようにしてますね。1番目の N クミンさんのゆうた作文でした。では続いていきたいと思います。ラジオネームゆかさんの作文。雪のハートを作って、嬉しそうに私たちに見せてくれた。大切などよち。ドヨンが誕生日に配信したインスタライブで雪で遊んでいました。そうなんだ。ほっこりするねゆうた作文ね。これね、雪のハートを作って嬉しそうに私たちに見せてくれた大切などよち。いいですね、どよち愛が溢れたゆうた作文ですね。これ新しいですね。なんかゆうたっていうさ文字を使って他のメンバーのね愛を伝えてくれたゆかさんでした。じゃあ続いていきたいと思います。ラジオネームリコリンゴさんのゆうた作文。夢じゃないよねゆうたくん。嘘かと思ったけど食べてるそこは NCT カフェ。そうです。寒さじゃなくて興奮でブルブルガタガタ、今年一番のサプライズでしたとメッセージもいただきました。これいいですね。これ最近の俺ともリンクするからさ、これいいですね。リコリンゴさんのゆうた作文ね。じゃあラストいきたいと思います。アズマルジャパンさんのゆうた作文。言うてるやん。うちらのゆうたただもんじゃないって。ゆうたくんの魅力を知ったらゆうたくんがどれだけすごいかわかるよという気持ちを込めて作りました。もっと言うて、もっと広めて、うちらのゆうたただもんじゃないって。これが一番いいかもしれない。俺やっぱね関西人としてね関西弁を使ってくるこういうゆうた作文ってねなんか惹かれますね。決めがたいな。この中から一つ僕が選ぶってことですもんね。そういうことですよね。やっぱみんなセンスある。やっぱりゆうた作文のどうしようかな。ここから一つか選びがたいですけど、でも僕じゃあ今回は、リコリンゴさんのゆうた作文にしようかなと思います。夢じゃないよねゆうたくん。嘘かと思ったけど食べてるそこは NCT カフェ。やっぱさ
日本のファンのみんなにとってこうサプライズじゃない？だからこの気持ちって、五七五の俳句とかじゃないけど、やっぱこのゆうた作文を使ってこうリコリンゴさんのね、こう感情表現がうまくできているゆうた作文になったんじゃないかなと思います。なので、リコリンゴさん、今回は当選されました。おめでとうございます。引き続きゆうたの3文字を使ったゆうた作文をお待ちしています。メッセージは OD 内にある番組ホームページのメッセージフォームから受け付けています。ツイッターのハッシュタグは英語でゆうた@homeです。では、ここで一曲お送りしたいと思います。藤田健也で All Mine。お送りしたのは藤田健也で All Mine でした。さて、リスナーの皆さんからのメッセージを紹介しようと思います。ラジオネームゆうちゃんのママさん。私の息子の名前にはゆうたくんと同じゆうの漢字がついています。ゆうたくんを初めて知ったとき、うちの子と同じゆうちゃんだと思いました。それからずっと応援しています。そこで質問です。人に自分の名前の漢字を説明するとき、何と言いますか？うちの子の場合は悠々自適のゆうと言っています。これからも NCT のゆうちゃんをかけながら応援させていただきます。健康第一で頑張ってくださいというメッセージをいただきました。ゆうちゃんさんのママさん、ありがとうございます。ちなみに何だったかな、なんか聞いたことあるんだけどな、僕の母もこのゆうの漢字をね、なんか言ってたんだけど、これ悠々自適だったかな、俺も。なんか、でも、ゆうのゆうは多分わかんないんだけど、ゆうたっていうのは合わせてなんかこう、どっしりとしてて、悠々としててみたいな。一緒かな？悠々自適のゆうだと思いますよ、僕も。で、たはなんか、やっぱ男の子だから、悠々自適でどっしり構えてほしいっていう意味が、あったと思うんですけど、そんな感じですかね。同じね、ゆうちゃんを持ってる、ゆうちゃんのママさんなんですけど、これからも僕ゆうたもね、応援してほしいなと思います。それでは続いていきたいと思います。ラジオネームゆかちゃんさん。ゆうたくん、いつも楽しくラジオを聞いています。私はもうすぐ社会人3年目なのですが、後輩との接し方に自信がなくて避けてしまいます。家族構成が末っ子で育ったこともあり、年上の方に耐えるのはうまくできるのですが、年下の方に指示を出したりするとき、どのように話したらいいか悩んでいます。NCT でたくさんの弟がいるゆうたくんに、どんなことを意識してコミュニケーションをとっているかなどあったら教えてほしいです。体に気をつけてお過ごしください。大阪から応援しています。大好きですと、ゆかちゃんさんからメッセージいただきました。そうですね。俺はね、逆で、むしろ年上の人になんか、こう、お願い事するのとか、なんか自分の悩みとか言ったりするのが苦手な方なんで、弟とのコミュニケーションはもうすごくこう、もう自分らしくコミュニケーションをとってるんですけど、それこそね、最近もこう、新しい弟たちというか、友達がね、できて、すごく仲良くなったんですけど、その時も本当に自然体で、むしろ、なんか、弟たちと接する時って、なんて言うんだろうな、かっこつけないというか、なんか、こう、自分から、ふざけに行ったりとかもするし、やっぱね、弟たちってやっぱり上の人とね、コミュニケーションするのもすごくこう、緊張するというか、やっぱね、こわばってるとこあるから、そこをね、逆に崩してあげるっていうのを、弟たちとなんか接するときは、心がけてますね。そうすると、やっぱりね、弟たちもこう、心を開いて、こう、僕に話しかけてくれるし、それが続くと、やっぱね、こう、自然体にね、こういつでもこう自然体に喋れるようにコミュニケーション取れるようになるかなと思うし、なんかお願いする時とかって実際こう、気使ったりすることもあると思うけど、なんだろうな、僕が心がけてるのは丁寧に説明するっていうのはもちろん大事なんだけど、こうだからこうしてみないとか、なんかこう提案を心がけてるかな。例えばね、カメラ位置がこうだからこうやってやってみるのどうとかっていうなんか説明をしつつ、なんかこう意見をするっていうよりかは提示するっていうことを心がけて、なんかコミュニケーション取ったりしてるかなと思います。僕のねアドバイスが、ゆかちゃんさんに、合うかどうかはわかんないんですけど、一度ね実践してみてください。それでは続いてのメッセージいきたいと思います。ラジオネームラニカイさん。ゆうたくんただいまお帰り。先日は久々の日本にお帰りなさい。突然ですが今日は本好きなゆうたくんにぜひ読んでもらいたい本を紹介したいと思います。小説や物語などの長編もいいのですが、写真エッセイで高橋歩さんの
ラブ&フリー、世界の路上に落ちていた言葉です。高橋あゆみさんの旅エッセイ、どれも好きなのですが、特にこれは心がほっこり楽になります。収録されている言葉で、ゆうたくんが好きそうな言葉をいくつか紹介します。すべては自分が選んでいる。自分の心の声に正直に。自分の愛する者のために、そして自分を愛してくれる者のために、ただまっすぐです。写真もどれも素敵です。私は寝る前によくパラパラと読んでいました。おすすめです。ドームツアーチケット争奪戦になると思いますが、絶対にゲットして会いに行きます。大好きですと、何がいさんからメッセージいただきました。ありがとうございます。すごいなんか僕言ったと合いそうですね、この本は。俺がなんかラジオで一回はさ、話したような内容が書かれてそうだね。なんか全ては自分が選んでるとかさ、自分の心に正直に。まあ俺がモットーにしてることだからさ、自分の愛する者のために、そして自分を愛してくれる者のために。この言葉めちゃくちゃいいですよね。自分を愛してくれる人のためにはこうなんかさ、自分も正直に向き合いたいし、逆にね、こう愛そうと思う人に対しても尽くしてあげないと、なんかいい関係が築けないしね。これはすごい深い本だなと思います。僕もね、一度高橋あゆむさんのこの本、あれば読んでみたいと思います。まあドームツアーチケットはね、争奪戦になると思うんですけど、ぜひね、ラニカイさんにお会いできることを僕ゆたも楽しみにしています。それでは続いてのラジオネーム、ちなっちーさんからのメッセージ読んでいきたいと思います。ゆうたくんただいま、おかえり。私は今年卒業するラスト JK シズニーです。最近私のお母さんがコロナに感染してしまい、お母さんは即ホテルに隔離され、2週間離れ離れの生活を送ることになりました。もちろん食事や掃除、洗濯など父と祖母とも協力し合って頑張っています。改めてお母さんのありがたみをしみじみ感じました。ゆうたくんは最近の出来事でありがたいなと思ったことありますかと、これからもゆうたくんとイリチンの活動を応援しています。ゆうたくんもこれからもサランゲと、メッセージいただきました。そうですね、本当にたくさんありますよ。ありがたみを感じたことあるね、現場があって、そこでこう、まあね、今はコロナ禍だからすごく大変な時期じゃん。大変な時期なんだけど、だからそれを気遣ってくれて、毎回ね、こう、うがいを進めてくれる人がいて、なんかそういう人たちと出会うたびに、そういう人たちの気遣いってさ、まあ、こう、流そうと思えば流せるけど、でも自分がこう、真摯に受け止めようと思ったらすごい大きいことで、なんか、その仕事をする上で僕が感じたのは、すごいこうアットホームな現場だったし、何よりその小さい気遣いを当たり前のようにやってくれる人に、感謝の気持ちを覚えましたね。はい。という最近僕ゆたでした。ということで続いての曲いこうと思います。NCT127 でグッドシンク。NCT127 ゆうたのゆうたトームをお聞きの皆さん、たまたまラジオでこの番組を聞いてくれている皆さん、この時間はインター FM だけのスペシャルコンテンツ。今月は僕のマストアイテムです。今日は調味料のマストアイテムです。その1、コチュジャン。タッカルビにも炒め物にも何でも使える万能調味料、韓国料理には欠かせません。その2、お醤油。寿司にはやっぱり日本の醤油ですよね。まあでも韓国のお醤油、カンジャンも僕は大好きです。その3、ソース。ゆうたといえば粉もん、粉もんといえばソース。ということで甘辛い関西風のソースが僕の好みです。以上、僕の調味料のマストアイテムでした。それでは引き続き NCT127 ゆうたのゆうたドームをお楽しみください。NCT127 ゆうたのゆうた at home。 ゆうた at home。 今週の NCT127 ゆうたのゆうた at home、 皆さんいかがだったでしょうか。最後に今週のエライを紹介しようと思います。ラジオネームあやね、今日も頑張ったねって言われたいさん。この間のバレンタインデーの日に好きな子にチョコを渡したくて用意したんですよ。どうやって渡せばいいかわからなかったのですが、これって言って渡したら、ありがとうあやねって言われて泣きそうになりました。勇気を出した私を褒めてください。偉いじゃんあやね、よくやったよ。なんかチョコとかさ、まあ俺もさ、好きな人にこう告白したこともちろんあるよ。あるけど、
やっぱさ、告白とかさ、チョコ渡すとかって敷居高いじゃん。なんかさ、3秒のさ、勇気でさ、その後の世界変わることもあるじゃん。その2人が結ばれることもあんのにさ、あるよね、そういう時ね。バレンタインのチョコなんで渡せなかったんだろうとかね。なんで俺あの子に告白できなかったんだろうっていうね、俺も淡い学生生活があるから、これからね、このチョコでどうこう未来が広がっていくかはね、もう、あやね次第なんで、頑張っちゃってください。応援してます。ということで、皆さんの声を僕にどんどん届けてください。メッセージは OD 内にある番組ホームページのメッセージフォームで受け付けています。ツイッターのハッシュタグは英語でユータアットホームです。NCT127 ユータのユータアットホーム、DJ は NCT127 のユータでした。次回も僕のお部屋に皆さん遊びに来てください。バイバイ。Yeah, yeah, yeah. 겁을내지 말아줘. Yeah, yeah, yeah. Think about 내 별이. Yeah, yeah, yeah. 잠시되지 않아 정말. 난 더 환하게 널 만들어. Yeah, yeah, yeah. 더 세게 영원하는 거. Yeah, yeah, yeah. 지구 말로는 그걸 LV. Yeah, yeah, yeah. 네 맘이 시키는 대로 말해 뜻대로 움직여도 된다는 말이야. 우리끼린 달달하게 빡빡 쉐고 눈치 따윈 보지 말고 내가 벗으란 말이야. 걱정하지 말고 그냥 빡빡 믿어. 너만 그래도 돼. 원내 그럼 너의 것이야.